第3回、ソニックが続きましたが、ここもある意味注目ということでメタルハーバーやっていきましょう。プリズムアイランド周辺が多いのはたまたまです。まずは、ループの左側のリングの列ですね。ライトダッシュで取りましょう。屋根を乗り継いで、リングの列でライトダッシュです。このルートを使うと、チェックポイント1は通過できませんが、そもそもライトダッシュしないとリングが取れないので、あんまり意味はないですね。左のボックスはリングじゃないので、取らなくてもいいです。向こう岸まで渡ったら、ライトダッシュでさらに先に。フーボエリアは、中央のあたりだけ突撃が来るので、左側から進むと安全ですね。また、リングの列にライトダッシュ、ここまがらに巻いてないので、取り忘れがないのは優しいですね。その先も、リングの列にライトダッシュ、余談ですが、各リングミッションの場合は、必ず、先にチェックポイントを触っておきましょう。ここ込みで成立するように設定されてますので。2回登ったら、バウンドアタックで高度を稼いで、屋根の上へ、1リングを忘れずに回収。ホーミングで自然といけると思いますが、必ず敵を倒して渡った後置いてある10リングを回収します。Yes. ロケットは必ず A ルートです。スピンダッシュから、ジャンプで右に飛んで、スクリーン踏んで、突起後、一番楽に行けるかです。ここでこけると非常にまずいです。時間かけるとまずいので、ホーミングは最短で、ぶつかり次第すぐに打つぐらいでいいんです。超ギリギリでしたね。動画としては美味しいから、まあいいでしょう。この先スケボーパートになりますが、最後に自動で降りてくれるので、逆走は簡単です。途中に、ボックスはいくつかありますが滑り降りるときに無理に回収しなくても大丈夫ですね。一応取るときはジャンプを挟むと回収しやすい気がしますね。2つ外しましたね。滑り降りるときに全部拾えたことないような。戻るときはスピンダッシュだと楽です。こまめに出して方向を調整しましょう。あとはそのまま進むだけでゴールなので勝った。Yes. 問題なくいけましたね。枚数も現行基盤と同じです。That was tight. さて、ハードですが、あの配置はそのままなのか？まずは、一旦ゴールまで見えるものを集めてみましょう。ハードにしては、敵もおとなしいステージなので、結構楽なんですよね。というか、逆に通り過ぎたり、非武装な敵がもともと多すぎる。クロスワールドで、ガンハンターが大量にいたのって、警備体制の見直しの結果ですかね。最後に踏むのがスプリングなので、スピンダッシュからジャンプで渡ってしまいましょう。現行基盤で、左側の上になったことです。ドリームキャスト版だとありません。一番手前側の装置にミニが置いてあります。ジグザグなので、ライトダッシュやジャンプを駆使して回収しましょう。曲がり角で飛び出してくる敵がいるので注意。通り過ぎてしまえば大丈夫です。ダッシュパネルに乗ればリングは回収できます。次の敵は低空にいるので、サマーソルトのついでに破壊しましょう。心配ならマジックハンドで。登った先に敵が待ち構えています。動かないと攻撃されるので、すぐにホーミング。当たらなかったらマジックハンドで倒します。屋根の上の1リングは残っているので忘れずに回収。この先、曲がった後にビームを連射する敵がいるので、注意。走って、後ろを取って、マジックハンドか、サマーソルトで、そのまま先に行きましょう。Yes. ホーミングで上がる際に、打ちやすいので注意。1回だけ、ジャンプボタン押し込みで高く飛べますが、最後の方に入れて安定ですかね。ダッシュパネルを2回踏んだ後に正面に攻撃してくる敵がいますが、時間がもったいないので無視してください。それ以外はノーマルと全く同じ配置になっています。今回はスムーズにいけたと思ったのですが、1秒余らない設計なあたり、通常プレイとしてもなかなかに難しい場所ですね。
ノーマルな敵と同じく、取ったら勝ったでゴールです。Yes! パーフェクトですね。どうして完成してたものが、後でダメになってるんだということで、この先は、比較や間違い探しコーナーです。以前調査した通り、現行基盤では、最高枚数が252になり、道中拾っても177枚と、22枚増加していますが、どうしてこんなに増やしたんでしょうか。あとは、倉庫内のリングが散らかっていたものが整理されていたり、総数は変わりません。これも、なぜ変更されたか謎ですね。散らかりは、制作途中を意味していた。では、今回は、ここまで、全コースやりますので、チャンネル登録や高評価で応援よろしくお願いします。また、次回の動画でお会いしましょう。